分の連載をしてたどこまでトレーラー見せてもらった瞬間でめっちゃ見たくなった。こう読んでたら実際音が聞こえた。人生の時間ちょっと短く見えますよね。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。じゃあ西君のテーマは、はい、僕はハマってるとか最近読んでる漫画をちょっと、紹介させてもらおうかなと思ってます。で今僕が読んでる漫画、面白いと思っている漫画が、ブルージャイアントっていう知らない。音楽のやつで、そうです、ジャズの漫画で、2、3年ぐらい前に映画はやってて、で最初僕映画から見たんですよね。実写？いや実写じゃなくアニメの、2時間ぐらいの映画だったんですけど、そこを見て、そこ最初見た時はそこで、いい映画だなで終わったんですけど、なんか主人公がなんか高校生のこの宮本大っていう子なんですけど、もともとバスケ部で、高校生活を謳歌してて、でバスケが終わって、で次もう将来何をしようかっていう時に、友達に偶然ジャズの音楽を聴いた時になんか衝撃が走ったらしくて、でそこからなんか近くのジャズバーみたいなところで実際の生の演奏を聴いた瞬間に、やっぱ自分はこれで世界一になるって主人公が決めて、この主人公の兄がいるんですけど、その兄にそのサックスっていう、こういうやつがあるんですけど、それをひたすら吹き続けるんですよ。でも本当最初は何も勉強とかも何せず、ただひたすら舞台仙台なんですけど、仙台の広瀬川っていう川のところでひたすら吹きまくるだけっていう、とりあえず音を出すっていうのを毎日やってて、でそれで実際やっている途中でなんかいろいろジャズの他のバーのところの人のとこで、そこで毎日吹いてこんだけ吹けたみたいな、3年しか吹いてないのにこんだけ吹けてるっていうことで、こんなに心を躍らされたのも初めてっていうので、そこに泣いちゃうんですよ。そこから組もうぜって言ってお話がまたどんどん進んでいくっていう感じ。なんかすごい、いやこの調子で10年分の連載をするどこまで行こうかなと思ってるんですけど、あと東京のとこだけ行って、これ全部言っていいの？いや、これはネタバレくらってるような映画の話。いやとはいえ多分映画を楽しみにする人もいるかなと思って、いやトレーラー見てからめちゃくちゃ見たくなったから、どこまで喋っていいかちょっと分かんないですけど、俺たちにどうさせたいのか、こんなに面白いからこの映画見てねなのか、見んでいいから俺が全部話すわ一旦映画もう見た体でちなみに見た人は？いや見てない。で正直トレーラー見せてもらった瞬間でめっちゃ見たくなった。でも最後ちょっと違います、映画と原作では。なるほど。ちなみに僕もブルージャイアントはもう周りの友達からもだいぶ勧められてて、でも見なあかんなと思って見なあかんリストに入ってるのに読んでないっていう。いやもう多分面白い漫画ってもうなんか世の中今いっぱいあるじゃん、おそらく。全部はもう俺も読み切れないなと思ってて、俺このブルージャイアントは知らなかったけど、結構耳にするね漫画のタイトルもやっぱいっぱいあるし、全部は試せないけど多分面白いんだろうなと思って日々過ごしてはいるよ。僕はブルージャイアント見てないことで周りから僕言われました。なんで見てないねんみたいな言われ方する作品の一つですね。それは我々は神谷さんになんでウルトラマン見てないかとかって言われるぐらいですよね。いやだから結構さ、なんか雑談とかで
なんか共通の話題ないかなっていうくらいな気持ちで、なんか好きな漫画とかあるとかって下手に聞いちゃうと、いやこれとこれととかで出てきたやつに、もうなんかこっちも共感できないくらいそういう話題の漫画って多くて、それこそだって俺「鬼滅の刃」だって、あれはちょっとアニメ途中まで見たかでダメだったんですけどとかいろいろあるじゃん、そういう話題のやつだ、進撃の巨人とかさ、あれも俺1巻だけ読んだかな、とか多分いっぱいあるじゃん、なんかそんなのね。そう西さんに聞きたいのは、そういう漫画にハマって、自分はジャズやってみたい、サックスは吹いてみたいとかってなるんですか？っていうのはなかったんですけど、あの漫画ってなんか結構読んだ人から感想出てくるのが、こう読んでたら実際音が聞こえたみたいなそれは次の質問でした。で出るんです。ただ僕は音楽をそんなに聴いてなかった人間なんで、実際に読んでても音楽が流れてるっていう感じにはならなかったんで、やっぱこれって実際演奏とかをいろいろやってる人たちが持つ感想だから、なんかそこは感じたいなとは思いつつ、でも実際楽器どれをやればいいみたいな、どのやつがいいんだろうみたいなんで分からないからやれてないみたいな感じです。これさ、実際映像化されたってことは、その漫画劇中で演奏してる曲ってのはなんか実際にある曲なの、それともオリジナルの曲なの？オリジナルの曲が流れてます。じゃあそれは、コミックスの時にはどんなメロディーかは分からないけど、そうです。なんか譜面だけちょこっと出てるぐらいなんですけど、全部の譜面が出てるわけではない。でも一部の譜面はじゃあ漫画の中でも出てる？は一部出てました。ってことはもう漫画描いた時点で作曲も存在してたってこと？どうですかね。ちょっとそこまでは多分ちゃんとはやれてないとは思うんですけど、ちゃんと、オリジナル曲のタイトル名みたいなのがバンって出てはいて、その下にちょこちょこってこう譜面は書いてるけど、実際に音として出たというか完成形として出たのは多分映像ってことだよね。そこは面白いかもしれないよね。コミックスの中だって音がないわけだから、今多分イメージで読んでるわけじゃんね。どういう曲なのか、単調なのか長調なのかとかテンポがどうなのかとか、それが実際映像化されると実際音として出さなきゃいけないから、そういうのがなんか面白い仕掛けだなと今ちょっと思った。というのもですよ、音楽の漫画といえば俺も読んでた漫画が一つあって、僕はビートルズ。聞いたこと知らない？川口海二が書いた漫画で、原作者別にいるのかな。でこれは、現代の、4人組でビートルズのコピーバンドをやってる若者4人よくほら、どっかのそのバーとかで、ビートルズのコピー演奏してるグループとかっているじゃん、バンドって。そういう彼らにスポットを当てた漫画なんだけど、彼らがひょんなことからタイムスリップして過去の時代に飛んじゃう。その時代っていうのはまだビートルズがデビューしてない時代なんですよ。そこでこの4人はいろんな人間ドラマがあるんだけど、紆余曲折を得てビートルズのまだ人類が知らないビートルズの曲を演奏してデビューしてしまうんですよ。でもビートルズが生きてる時代とどれぐらい離れてたんですか？ビートルズは生きてる。生きてる。じゃあデビュー前なのよ。じゃあビートルズはもうビートルズはまだ作れない。リバプールのキャバンクラブだっけ、あそこでまだそのライブ演奏してるグループに過ぎない時代。デビュー直前に彼らがタイムスリップして、彼らはビートルズの曲全部知ってるから、それを片っ端から演奏してデビューしてしまうっていう。じゃあビートルズの曲は全部パクリだったってことになるのかな。というか、その同時に、彼らは彼らで曲を次々演奏しながら注目を集めていく、どんどんこう人気が出ていく。一方でリバプールにいるビートルズたちに一瞬スポットが当たる回があるんだけど、バーの片隅でジョンが頭を抱えて、僕にはもう曲は作れないって言ってる。その曲を聴いてしまったがために、自分が作るはずだった、これから作るはずだった曲を彼らが発表して、もう鮮烈デビューをして世界を席巻し始めたその曲を聴いて、僕にはもう曲作れないってなってる場面があってっていう。で彼らはでもこの4人がみんなポジティブな気持ちで
ビートルズの演奏しようじゃなくて、中にはこんなことしていいんだろうかとか、こんなことしたくないっていう人間もいたりして、その衝突もありながらどうなっていくかということですよ。ぜひ皆さん読んでください。過去変えていくんですよね、この人たちの行動によって。ところがなんですよ、これがね、ちょっとね、ネタバレになるから言えないんだけど、この漫画が素晴らしいなと思ったのが、これは映像化できないコミックスだからできる仕掛けで物語を描いてるところが素晴らしいなと思った。このくらいにしとこう。これ以上言うとネタバレになっちゃうんで。なんかそれに近しい洋画もなかったですか、映画。イエスタデー。はい、あれは戻るんじゃなくて記憶がなくなるんですよ。あれはなぜか世界からの人類の記憶からビートルズっていうものが消えるんですよね。そうですね。ある日突然。あの映画もね、面白かった。自分が住んでる街が突然停電になるのかなっていう程度の出来事があった次の日、もう何事も別になかったよねっていう気持ちで主人公が、仲間と集まって仲間たちの前でギターを弾きながらイエスタデーを歌うんだよね。そしたらそれを聴いてた仲間がもううっとりした目で「それ素晴らしい曲ね」って言って「ね、なんて曲?」って言ったら「これビートルズのイエスタデーだよ」って言ったら「へえ、ビートルズのイエスタデーって言うんだ」みたいな感じで聴いてる人たちがビートルズもイエスタデーを知らなくて「あれ?」って思う。そこからいろんな、例えばヘイジュードとか披露するんだけど、誰もがみんな聞いたことがないけど素晴らしい曲だって言い始めて、その男もそれでこう有名になっていくんだけどもっていう映画。これも面白い。で、オチが全くね、どっちも似たような始まりの映画なんだけど、オチとテーマが全く違ってね、どっちも面白いかな。どっちもなるほどって思った。それはぜひ皆さんの目で。もう確認しなきゃいけない作品がほら、3つ出ました。だからそう、こうなって山積みになっていくでしょ。処理できないんですよ。本当に処理できないんですよ。人生の時間ちょっと短すぎますよね。短いですね。短いのにこう仕事から帰ってきて、例えばうわもう1時かって、もう2時間の映画は見られへんな、1時間ばかしちょっとなんか YouTube で適当に見るかみたいな感じで YouTube のショート動画見てるうちにもう気づいたらなんか4時とか一本見れたよ。一本見れたやんこれって時間溶けてるやんっていうね。でもあれ時間がないと言ってたくさんの人やってることはあれ2倍で再生するとか。そうね。僕それやらないんですよね。俺もやらないですけど、今時のって言ったらあれだけどね、みんな倍速再生してるんだよね。でもなんか、僕好きなクリエイター言ってたことは、それに対してはなんかクリエイターは結構テンポをめちゃくちゃ考えるんじゃないですか。なんかどのタイミングでどれぐらい待たせるのか、期待させるのか。だからそれ2倍にするとね、そのテンポは崩れる。そうなんです。だからクリエイターのイメージは崩れるから、ちょっとそれ悲しいな。でも今そういうなんていうのかな、消費が早い文化の楽しみ方になってきてるから、作られるその創造物も変わってきてて、曲なんかもさ、イントロ長いのとかみんなもう待ちきれないから、もういきなりバーンで曲入ったりとかね、こうロックサウンドとかさ、途中のギターソロとかもうないとかねなんなのこの歌詞も何もない時間みたいな受け取り方をみんなしちゃうから、むしろあそこがギタリストの腕の見せ所で結構曲の聴きどころだったりした時代とは今もう違って、もうそういうのもバスンバスン切っていきなりサビから入ったりみたいなね、そういうものが作られる時代になってきて、だから曲の様相もだいぶ変わったなと思うよね。なんかちょっと話違うかもしれないですけど、なんかそれに反してじゃないですけど、逆にそういう文化になってきてるからこそ、なんか最近その若い子の中で流行ってるのがコードついたイヤホンになってるらしくて、なんかその昔のそういうのがちょっとなんていうんですかね、流行り始めててって考えてくると、音楽ももしかするとそのイントロめちゃくちゃ長いのとかまた流行り始めるんじゃないかな。まあ流行りはね多分サイクルすると思うから、
そういう時代もまた来るんだろうけど、でもさ、そういうさ、なんかその昔のコードついてるヘッドホンとかって本当に流行ってんのって思わない？なんかそう言って流行らしてんじゃないかみたいな。っていうかもうごく一部じゃないのって、なんかそのテレビのニュースなんかでもなんか最近若者の間でまた映るんですが流行ってるようですみたいな、そのなんかレトロな絵面がまた味わいがあってとかって言ってるんだけど、俺街中で映るんですよ写真撮ったやつとか見たことないんだけどさ誰って。おる撮ってる人がいて、で北海道のなんか野外イベント行ったら撮ってる人がいたんだけど、おっさんやったっていう。いやそれなんか今の話とちょっと知識ずれますね。おじさんたち。それでもおじさん流行りに乗ってそれしたはったんやったらいいんですけど、ずっと使い続けてる愛好家の人やったらちょっとあれですね。もうそれはおじさんディスですよ。いやディスだね。ダメですよ、そういう先入観は。確かにおじさんも多分一周回ってるかもしれない。そうで僕も高速で。僕もそう思ってます。思ってない。つくまも半笑いで喋ってるし、おじさんも最新鋭ガジェッターかもしれないんですよ。映るんですよ。ちなみにそう進化とかはしてないんですよね。どうなんだろうね。でも確かにコンビニで売ってるのは見る。あるにはある。ニーズ売ってるってことはニーズあんのかな。でもどこで現像するのかわかんないですよ。写真屋さんじゃないですか。ああ、そういうこと？一応僕はありますね、まだ。なんか街の写真屋さんってもうバタバタなくなってっちゃって、なんかカメラの北村みたいなのは。そうでもね、そのカメラの北村でさえ松本の19号線にあったやつ最近なくなって、これ大丈夫か本当にって。でもあれ僕、数年前の話なんですが、写真サークルに入ってた時はフィルムにハマってる人はめちゃくちゃ多くて、だからサークルの中にもそのフィルムのコースとかも講義とかもあって、でも人たちは結構なんかフィルム使ってて、でその時教えてもらったのは海外はそんなんじゃないけど日本はまだまだ結構使ってる人が多いらしくて。フィルム？そう。これ味好きなのか僕わからないですけど、そういった話は聞きました。6、7年前の話ですけど。だって最近も一眼レフとかもデジタルでしょ。そうです。サウラーファミリアのデザインの中ではもうクレーンが含まれてます。なるほど。だからクレーンがなくなると、あれ僕知ってるサウラーファミリアじゃないなって。なるほど、確かに。すげえ。ある種の現代アートだよね。